モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー126新 SD 戦国伝7人の超将軍編のキット武者ビクトリーを作ります。1994年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から、当時定価1000円の金メッキふんだんパーツの豪華仕様のキット。パーツの封入は3袋でした。パーツは赤、青、黒、クリアパーツ、白の成形カラー、ゴールドメッキパーツ、ポリキャップとシール、スプリングが付属。武者形態から金色の羽衣装着形態まで変形が可能です。説明書は8ページ構成。武器として刀、烈戦丸が付属します。7人の超将軍編の第3弾キットにして主人公です。腕、足の可動範囲は烈空ガンダム、烈光ガンダムと同じく広くなっています。コミックワールドは7人の超将軍編の第3話、投資番号で120でした。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずは胴体パーツです。胸パーツ、腰パーツは分かれていません。ポリキャップを5個使用します。パーツのはめ込みやシールの補強接着には、プラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。接着剤はミスターホビーのこれか、もしくはタミヤセメントか、いずれかを使ってプラモデル製作は進めています。パーツカットは説明書に沿って全てクレオスの型場ニッパーでカットをして準備をしていきました。前面にメッキパーツの装甲が取り付きます。ここで細かいパーツですが、鞘を作ります。武器の烈戦丸は小作が作った名刀です。必殺技、飛燕竜巻返しで精神を集中させたパワーを注ぎ込み、刀を鋭く切りつけて衝撃波を竜巻として敵をなぎ倒します。刀、烈戦丸を収めておきます。次に腕を組みます。右から順に組んでいきます。武者ビクトリーはアークの国の若武者で、烈光ガンダムが出世した新生大将軍の息子で、7人の超将軍編の主人公です。幼名は V の神でした。修行稽古をつけたのは、烈空ガンダムの後の姿、剣聖副将軍とガンダムマーク3の後の姿、新生小ガンダムでした。武者ビクトリーは後にビクトリー大将軍へとパワーアップします。武者ビクトリーの次男が V ダッシュガンダムをモチーフにした V 丸で、後の武者ゴッド丸です。武者ビクトリーのデザインベースは V2 ガンダム。ポリキャップを仕込み、稼働が可能な腕部の構成になっています。頭部を組みます。前後のパーツをはめ込み作ります。このタイミングで目のシールだけは貼り付けてしまいます。ピンセットで取って丁寧に。BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。BB 戦士の名前は初期の頃の BB 弾の発射ギミックに由来。ここで足を作ります。脚部は赤の成形カラーパーツでできていました。武者形態で背中に取り付けるウィングを作ります。青の成形カラーパーツ。ここでもポリキャップを使います。武者形態で背中に取り付くビームウィングはビクトリーの感情の高まりに反応して輝く光の翼です。羽衣を装着した形態では飛行能力、攻撃力を相対的にパワーアップ、神秘の力を持っています。その金色の羽衣はメタルガルーダという飛行形態に変形します。このパーツには金のメッキパーツが取り付きます。続いて兜です。こちらは T 型のパーツを仕込み、前後はめ込みで構成をしていきます。烈光ガンダムの兜飾りの装着や、ストーリー上はお目付け役のゴーテンガンダムとのメタルガルーダの連携ギミックもありました。兜飾りはメッキ仕様、それにさらにクリスタルパーツが取り付きます。ここでスプリングを仕込み、メガビームバスターを組みます。豪華メッキパーツ仕様の武器ですが、基本は背中に取り付きます。弾丸がクリアパーツで付属しています。ラメ入りクリアパーツ、ゴールドメッキ、肩にはホログラムシールも用意されていました。武者ビクトリーは2015年にレジェンド BB としてリメイクもされています。
フォークアーマーに接続パーツを取り付けます。この辺りはすべてメッキパーツで、肩アーマー、ブロックになるパーツを組んでいきます。新 SD 戦国伝7人の超将軍編は武者ガンダムシリーズの第6作で、漫画版のタイトルは新武者ガンダム7人の超将軍でした。こちらはメガビームライフルです。登場人物は主に機動戦士ビクトリーガンダムなどのキャラクターや兵器がモデルになっていて、7人の超将軍の大半は旧作の大将軍がモデルとなっていました。なので歴代大将軍関連のパーツを装着できたりのギミックが豊富なシリーズです。軽装形態を組み立てます。胴体パーツに左足、右足と接続します。腕部パーツを左、右と取り付けます。鞘を左腰に取り付けました。頭部をジョイントして軽装形態の完成です。フロントビューからリアビュー。背中に左、右とウィングを取り付けます。そのウィングにはラメ入りクリアパーツのビームウィングをはめ込みます。頭部を兜に装着して武者形態の完成です。武者ビクトリーのフロントビューからリアビューがこちら。金色の羽衣を装着した武者ビクトリーがこちらです。そしてオールメッキ仕様のメタルガルーダがこちらです。これまでの制作記録から BB 戦士ナンバー125、今回の武者ビクトリーの前のキットが7人の超将軍編第2弾の雷鳴ガンダムでした。緑のカラーリングが印象的、2代目ガンダム大将軍の生まれ変わりです。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー126武者ビクトリー、まずは素組みで一旦作りました。次回パーツをペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。